どうも、ベトナム在住の三吉です。このスーパーカブね、先日オイル漏れ直してとりあえず止まってます。ただね、まだちょっと問題があるんですよ。このフロントタイヤなんですけどね、これね、何が問題かっていうと、ここが当たってるんですよ。当たってる場所はこの裏側ですね。ボトムすると、普通に走ってる時は大丈夫なんですけども、タイヤがね沈むとここに当たってしまうんですよ。これね、見てもね、左右の違いはそんなにないというか、逆にこっちの方がきつい、狭いんですけどね、何かが曲がってるんだと思います。もともとね、もっと当たってたんですけども、このサス中身をねいろいろ変えて、少し改善はされてたんですよ。ただ実はこのカブって入手した時からね、まっすぐ走らない、少し、もうほんの若干なんですけども曲がってる感じがすると。で、多分ね、このフロントフォークが曲がってるんじゃないかなと思って、今回はねもう違うものに交換してしまいます。交換すると言ってもね、ベトナムで、普通のカブの、中古品というか程度のいいやつ探しても何かしら問題があったりするし、そもそもがねベトナムでは中古が高いんですよ。で、高くって外れを引くっていう可能性もあるもんですから、今回はこいつですね。新品のテレスコピックのサスですね。こいつをね買ってしまいました。これはタイカブっていうんですかね、ベトナム名ですとドリーム2、ベトナム名というかベトナムだとスーパードリームって名前でね売られてたカブなんですけども、その部品をつけようと思ってます。ただね、ドリーム2スーパードリーム実際ベアリングの部分がね大きいんですよ。なのでそのままつかないので、これはスーパーカブにつくように、ベトナムで作られた部品ですね。で、新品を買ったんですけども錆だらけでね、作りはかなり悪い感じですね。前もね一回買ってつけたんですけども、ちょっといろいろと加工というかバリ取りしたり、この穴をねタップ切り直したりとかしないといろいろ不都合があったもんですから、まずその作業をしていきたいと思います。ただね、その前に根本として作りが悪いから入りますね。前回のはね入らなくってね、ここ穴をね削んなきゃいけなかったんですよ。今回はこれはしなくて大丈夫でした。反対側も開けましょうね。これですね、ブレーキが向こうか、ドラムブレーキ用です。本当はねせっかくなんでディスクにしたいなって思ったんですが、いっぺんにいろんなことをやるとね大変なんですよ。なんでまず今回はドラムブレーキのまんまこのテレスコピックにして、いずれディスクにしたいなと思ってます。ちょっとね細かく状況を見ていきましょうかね。今回のは前回のにも増して品質悪そうだな。まずは一番大切なねベアリング
まあまあいつものことだけども、すごいな。スパッタ、これはちょっと、ああ取れた取れた、ああ簡単だ。これぐらいで文句を言っちゃねいけないんですよ。ああいけるいける。あとはベアリングがはまるか。今回もねテーパーローラー入れていきます。これでこっちが下側をねはまっちゃうと困るかな。叩けばいける感じかな。ここはもう入れてしまうか。で上側がね、上がちょっと緩いんだな。こんだけ錆びてて緩いってのは嫌な気もするけど、まあまたセンターポンチで叩きますかね。そして前回はねこれがはまらなかったんですよ、上に。今回は逆にゆるゆるや。ここは締めりゃいいとして、まあいけるんだろうな。穴がねちょっと硬いな。こいつはあらこっち M8 か。下は M6 だよね。あ、これも硬いな。M5 ぐらいに見えるんだ。ああ塗料が固まってんのか。ここも硬いな。まあこれは全部タップ立てていきます。全部掃除してね簡単にボルトはまるようになりました。あとね他の穴も同じようにやっていきます。全部ね手で簡単に締めれるようになりました。すごい量のゴミが出てきましたけどね。いやーまあとりあえずタップは終了。次はねこのフェンダーの確認していきたいと思います。実はねさっきも言いましたっけ、この部品まあ全く同じもんじゃなくて似たような部品を他の株につけたんですけども、その時にねこのフェンダー本物買わずに偽物を買ったんですよ。そしたらねこれが全然つかなかったんで、今回はねちゃんと 100EX、ドリーム2の、新品本物を買ってきました。これならねカバー側に問題はないはずです。ただこの部品が純正じゃないんでね、そことつくかの問題はあるんですが、いけましたね。大丈夫です。じゃあね最後にサスの確認していきます。これね本物はここに溝が掘ってあって、このネジとねかかるようになってるんですが、偽物は何もありません。そのまんまねネジが外に出てないんで、本当はねこれが
外側ここら辺にねあるはずなんですけど、まあねこれだと外れちゃう可能性はある気もするんですが、2本のねボルトで留めるから多分大丈夫なんでしょう。まあ、外れるというかジャンプすることはないから、底付き逆に奥まで刺さっちゃう可能性があるのかな。まあまあ大丈夫でしょう。でブレーキパネルですね。こいつはね本物じゃなくて偽物買っちゃいました。ちょっとねいろんなバイクをやってる部分があるんで、全て本物にするとね予算が追いつきません。とこれでね、外れたけどやっぱりね中入ってないんですよね、フェルトが。本当はここにね防水というかなんかフェルトのワッシャーみたいなのが入ってるはずなんですが、よいしょ。でこいつがここがカタカタするのはまあここに後で板かまします。これでいいのかな。準備終わりましたか。ホイールはねあれをブレーキのパネルの位置が違うんでね、カブはこっちですけどドリーム2は向こう側になるんでホイールをひっくり返します。あとねこのシャフト本当は径が違うんですが、もともとこれがタイカブ用なんで、中身は、そのまま使えます。カブのだとね使えないんですけどね。フロントフォークね準備完了です。でこのブレーキパネルにすると、メーターケーブルがね形が違うもんですから、それも、コピー品ですけど買っておきました。 TSK ジャパン、何なんでしょうね。テクノロジーライセンスドバイ TSK ジャパン、ちゃんと日本のライセンスを取ってる、ホンダじゃないですけどね。まあとりあえずこれで組み付けはできると思います。新品のね、純正部品にペーパーをかけるっていうのはかなり気が引けるというかね、缶スプレー塗装するんですけども、まあ色を合わさないとみっともないので、まあもったいないですけどやっていきます。ちなみにね、塗装動画は撮りません。これね家の外でゲリラ的に、近所の人がねいない時間を見計らってちゃちゃっと塗装するもんですから、動画撮るのはやめておきます。なんでね今日はここまでです。